こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はシンプルなレシピで作るシフォンケーキをご紹介します。シフォンケーキがしっかり膨らむポイントも詳しく説明しています。最後までぜひご覧ください。卵は卵白と卵黄に分けて、それぞれのボウルに入れておきます。気温が高いときは卵白を冷やしておいてください。砂糖を加えてしっかりすり混ぜます。ここで白っぽくなるまでよく混ぜると、次の材料が混ざりやすくなります。食用油を加えて、牛乳を加えて混ぜます。全体に馴染むように油をなじませて乳化させます。乳化不足の卵黄生地にメレンゲを混ぜ合わせると、気泡が壊れやすく焼き縮みの原因になります。薄力粉をふるいながら加え、泡立て器でしっかり混ぜます。粉っぽさがなくなるまでよく混ぜ合わせてください。卵白をハンドミキサーで泡立て、少し白っぽくなったら、砂糖を2回に分けて加えて、しっかり泡立てます。メレンゲの泡立てが足りないと、メレンゲ膜が弱くなってしまいます。メレンゲ膜が弱い生地は、一旦膨らんでも冷めると縮みやすくなります。最終的にはボウルを逆さにしても落ちないくらいの硬さが目安です。メレンゲができたら泡立て器で一すくいして卵黄のボウルに入れて混ぜます。少しメレンゲが残っている状態で残りのメレンゲを全部入れます。泡立て器で卵黄生地とメレンゲをなじませて、ボウルの底から大きく30回混ぜます。ボウルを回しながら、すくった生地を裏返すように混ぜるのがコツです。生地ができたらすぐに型に流し入れます。10センチくらいの高さから型ごと1、2回落として生地の中の大きな気泡を出します。型の周りまで生地をつけるようにならします。こうすると焼いている間に型についた生地に引っ張られてまっすぐに生地が膨らみます。170度に予熱をしたオーブンで30分焼きます。焼き時間が短いのも焼き縮みの原因になります。焼きが足りない場合は、生地を支える力が弱いため、しぼみやすくなります。
オーブンの中で最高に膨らみきった時に取り出すのではなく、それを通過して割れ目に焼き色がついたらオーブンから取り出しましょう。焼き上がったばかりのシフォンケーキの生地内には蒸気がたくさんこもっています。焼き上がった後はすぐに逆さにして冷ましてください。逆さに冷ますことで生地の中にこもっている蒸気が抜けやすくなり、膨らんだ形をそのまま保つことができます。シフォンケーキが完全に冷めたら型から外します。できれば一晩置くのがおすすめです。竹串やシフォンナイフを生地と型の間に差し込みます。型の方に強く押し付けるように回すと、生地がきれいに剥がれます。今日は6等分に切り分けて、生クリームとフルーツを挟んでみようと思います。シフォンケーキのフルーツサンドができました。ふわふわで弾力があるので食べ応えがあります。そのままで食べても卵の風味が美味しいケーキです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。